青戸酒。皆さんこんにちは、青戸です。はい、こんにちは、鈴木です。さあ今日はですね、蔵前にございます京風おでんの花あかりさんというところにちょっとお邪魔しようと思ってます。花あかりさん、僕ちょっと初めて行くお店なんですけど。僕もね初めてなんですけどちょっと待ってくれワンさんのおすすめのお店を教えてもらうぐらいの感じかなと思ってたんですけど、はいはい、そのおすすめ行ったことはないんですか？行ったことはないでもね、もう分かります。これは間違いないっていう。行ったことないけど、いいお店だっていうことが分かるっていう、間違いないです。なんか根拠があるわけです。今日はね、その京風おでんのお店なんですけど、おでんって大人になると嬉しくないですか？おでん。そう、子供の頃よりも大人になってからの方がテンション上がりませんかって話。そうですそうです。でもまあわかります。で子供の時に晩ご飯おでんって言われたらちょっとなんかみたいなね。ハンバーグじゃないの？そうやっぱカレーとかね、ハンバーグと比べたらっていうね。それは作ってもらっている立場からするとね、そんな言っちゃダメですけど。でも子供はそうかもしれない。あんまりテンション上がらない。確かにね。でも大人になるとおでんっていいなっていうね。日中もう30度近いっていうめちゃくちゃ暑い日ですけど。そうですね。そんな中は関係ない。おでんはいつ食べても美味しい。その日中30度の中、おでん食いに行く動画。そうです。もうこの2週間ぐらいでめちゃくちゃ忙しかったんですよ。自分のご褒美みたいな感じで。それにおでん。ご褒美におでんぴったりってね。ちょっといい感じのお店なので。いい感じのお店。楽しみですね。というわけで、京風おでんと春菜花あかりさんにやってきました。どんな料理とお酒に出会えるのか楽しみです。青戸酒。じゃあそれはお願いします。うまそうに飲みますね。染みてる、だいぶ。もうこの2週間ぐらい、多分人生1ぐらい忙しくていろんな仕事重なってお疲れ様でございます。もうね、普段の睡眠時間半分ぐらいがずっと2週間続いて。だいぶですね。さっき終わったんですよ、ちょうど。全部。お疲れ様でございます。それは染みますね。それはそうだね。これは染みる。何がそんな忙しかった？何が忙しかったんですか？僕今いろんな仕事させてもらってて、僕普段は塾の先生とか家庭教師メインにやってるんですけど、今本の執筆とかもさせてもらってますし、あと学校で講義とか講演とかね、いろいろさせてもらってて、それの資料作ったりとか。だいぶご活躍ですね。それがたまたまね、この2週間に一気に全部重なったんですよ。締め切りみたいなものが。だから今どういうお仕事をされてるっていう話って、そう聞かれたらどう答えられるんですか？ちょっと一言ではね、なんか結構幅広い。簡単にまとめると、講師業、その勉強を教えたりとかっていうのと、また著述業、なんか執筆系の。すごいですね。その2本柱って感じですね。じゃあ教えつつ、書きつつみたいな。なんかいろいろですね。本は今2冊書かせてもらってます。そうですね。同時並行。だいぶ内緒のやつが。まだちょっとね、まだちょっと情報は。青戸酒。ありがとうございます。お通し綺麗だな。綺麗ですね。お通しが。いただきます。美味しい。美味しい。切り干し大根プラスきんぴらごぼうみたいな感じですね。美味しいですね。声がちっちゃくなっちゃいますね。この煮こごりみたいなやつも美味しいですね、味が。美味しい。これ多分ね、お魚の身が入ってる。私のなんか煮こごりみたいなのがすごい美味しかったんですけど、これ何の魚ですか？いろいろ使ってる、白身魚ですね、スズキとかタイとか。そうですね、一種類じゃなくて何種類か。だから美味しいですね。これはおでん、京風おでん、ですね。ちょっと一個気
になるのあるな。何ですか？おでんだしのだし巻き、これ気になりますよ。これはダメだけど、だし巻き卵、卓上炙り盛り合わせ、それはこういうのもうまいんじゃないかこれ。これは後でね、日本酒と一緒に日本酒でいただきましょう。そうしましょう。すいません、注文お願いしていいですか？じゃあまずおでんで、はい、イカ巻きと、はい、大根と、はい、つみれと、はい、ソーセージを2つずついただいていいですか？はい。あとそれとおでんだしのだし巻き卵を一旦それでお願いできますか？お願いします。ちょっと話の続きをじゃあ。何話しましたっけ？もうだからその今2つぐらいを書いてらっしゃって教育にも携わっていらっしゃる。教育っていうのは僕が社会人経てから東大入ったっていうのもあって、例えば東大志望の浪人生向けに、例えば東大受験するにあたっての例えばスケジュールの立て方とかメンタルのマネジメントの仕方とか、あと僕は今英語をメインに教えてるので、シンプルにその東大英語の対策とか、そういうのをお話しさせてもらったりしてます。英語がお得意、そして東大出身なんですね。ですね。改めてですね。知ってましたけど。そうなんですよ。ちょっと変わった経歴でね。すごいですよ。いや、なかなかこう青木さんの経歴改めてっていうのもなかなかないので、この際いろいろ聞いていきたいんですけど。でも青木さんあれですよね。現役で東大に18歳からではないですよね。30歳からチャレンジして33歳で受かったっていう感じですね。すごいですね。30歳から東大目指す人ってなかなか多くはない。大体今ね、僕が把握してる限りで年に 2,3 人はやっぱり社会人で東大入る人です。多分全体見れば多分10人ぐらいいるのかなって感じですけど。その青さんが教えてらっしゃる中で？いや、知り合いでとかね、関わる東大生に話聞いて、社会人の、ね、新入生がいますみたいな話が。新入生が、そうかそうか。だいぶ限られてはいるけど、いるにはいるですね。東大ね、3000人1学年でいるんですけど、3000人のうちの10人、7、8人とかでも少ないですよね。ゼロじゃないんですよね。だいぶ狭きもんですよね。しかも大人になってからっていう、社会人にとっては大変ですよね。だから多分ね、みんな勉強に集中すればそこまで難しくないんですよ、多分ね。やっぱり仕事しながらとか、その他ね、生活のね、育児だったり、例えば介護だったり、その他ね、いろんな家事だったりっていうのをしながら勉強っていうのがなかなか難しくて、そうですよね。チャレンジしないっていうのが多いんじゃないかなっていう感じしますけど。何かやりながら東大入るって、だいぶ大変ですよね。多分ね。それができちゃった人という。僕はそうですね。しやすい環境ではあったっていうね。青戸崎。環境っていうのはそれはどういうことですか？僕ね、もともと塾の先生してたんですよ。で、塾の先生やってて、で、僕出身がね、鳥取県の田舎なんですけど、その鳥取県の田舎のちっちゃい塾でね、教室長をね、やってまして。教室長。だからコンビニの店長みたいなイメージですね。でやってて、子供たちを教えてたんですけど、これね、田舎あるあるなんですけど、都会だと大学進学が当たり前とか、どこの大学出たかが重視されるみたいな傾向あるじゃないですか。本当に田舎だとね、大学じゃなくて高校どこ出たかとか、あとは高校受験が終わったらもう勉強終わりみたいな、そういう結構ね、風潮があったりするんですよね。大学そんなに重視しないというか、大学受験するのが当たり前じゃないっていう感覚の地域だったんですね、僕の出身は。僕もそういうところで教えてて、だからうちの塾に来てる子も高校受験が終わったらもう塾辞めますみたいな子が大半だったんですよ。で、僕自身もね、これはいろいろあったんですけど、高卒のまんま塾の先生になって、だから僕自身も大学行ってなかったし、大学生活がどういうものかも、ね、実体験としては分かってないし、っていう中でやってたんですけど、僕が29の時ですね、うちの塾に東大行きたいって子が来たんですよ。その地域だとだいぶ珍しいんじゃないですか？めちゃくちゃ珍しいですね。もちろん僕自身も初めてでしたし、その塾としても初めて、塾の先生、当時在籍してた先生で、京大出身の先生とか
あとは学芸員の資格持ってる歴史の専門の先生みたいな人がいて、でそういう人たちがいたので、ね、その子を受け入れてなんとかね東大対策っていうのでもできたんですけど、僕自身はねそんな直接関わることができなくて、でやっぱり経験がないですから、ね、大学受験自体に、で当時はまだねその学力そのものも東大レベルで言ったら僕には難しくて、今なんとかねその塾全体でできるサポート体制整えて指導したんですけど、その子はちょっと残念ながらね合格できなかったんです。そうなんですね。でその時にね僕はその塾の仕事がすごい好きで、ずっとこの仕事を続けたいと思ったんですけど、心のどっかで後ろめたさはあったんですよね。その高卒だっていうこととか、大学受験ちゃんとやってない、でその時にねその落ちた子が、保護者も含めてですけど、その塾のサポートに対して本当に感謝してくれたんですよ。普通受験失敗して落ちたら、恨み事の一つも言ってもおかしくないものですけど、その子も保護者の方もそういうのがなんかね一切ないぐらいに本当に一生懸命教えてくださってみたいな感じで感謝してくださったんですよね。僕もやっぱりそれがすごい悔しいのと申し訳ないのがあって、お金もらって指導してるからには、ね、結果出さないといけないっていう。でも自分自身やっぱりそこの中でね、しっかりしたアドバイスができない。でこのまま仕事を続けるんだったらやっぱり自分自身がまずねちゃんと大学受験の勉強して経験積んで、なおかつ学力もね東大レベルまで持っていかないと、今後同じような子が来た時にちゃんとした指導ができないなって思ったので、それで30歳の時にじゃあ一回ちゃんと勉強しようと思って東大受験を志すんですね。熱いですね。そこだけ切り取るとねなんかいい人みたいな風に聞こえちゃいますけど。本当だっけ？いやでもすごいおっしゃることは分かるんですよ。その実際に、自分はそのなんて東大出身では何でもないかったけれども、そういう子が来て、でその子が、結果的に難しくて、でそれに対してある種その、責任というとあるんですけど、そういうことも感じつつ、で自分がもしその東大出身だったら、もっといろんなことを教えられただろうになっていうこともあって、で、実際に東大を30から目指そうって実際にそこから行動に移していくってすごいことだと思います。でもやっぱりそれはね急に突発的に思ったことじゃなくて、ちょっとずつそのやんなきゃなっていう気持ちが蓄積していってたんですよね。そのもうすでに教えている段階からなんかちょっと教えることに限りがあるなとか、そういうふうに思いつつ悔しさがこう募っていって、で最終的にやっぱりダメだったかってなった時に、大学受験する子は少なかったですけど、ゼロではなかったんですよ。でもそういう子でもまだなんとかやれてた部分があったんですね。もともと英語は得意だったので、センター試験で言ったら、80分の試験で60分で満点取れるぐらいは、それぐらいはあったんですよ、力が。だから例えばうちの塾に来てた大学受験する子は、そこまで難関大じゃない、中堅でもない、もうちょい下ぐらいのを目指す子ばっかりだったので、なんとかね僕のレベルでも教えられたっていうのはあったんですけど。すごい。美味しそう、ありがとうございます。これ今日伝だしのだし巻き卵。音酒。ちょっと一旦食べますか。いただきましょう。見た目も綺麗なんだよ。美味しそうですね。じゃあいただきます。うまい。とろろ昆布がいい味がしますね。本当ですか。美味しい。三つ葉ですか。ですね。三つ葉のこのすっきりとした香りの上にさらに昆布っていうのが最高ですね。僕行きたいな。ですよね。行っちゃってください。いいですね。続き参りますか。何の話しましたっけ。
でも東大出身ですからあ、もう今日終わりですそれなんで青木さんは英語がお得意？そうね、僕もともと23の時に1年間オーストラリアに住んでたことがあって、で帰国して1ヶ月後ぐらいに受けた TOEIC で、はい、あ、これはうまいわ。